皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの私たちの世界とは少し異なった宗教について解説していきますよ。東方はいろんな神様や仙人といった偉い存在がいるがそういった人たちはどういう考えを持ち、何を目的にしているのか気になるぜ。私たちの世界の宗教と比較して解説していくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは守谷神社の神道と外の世界の神道の違いです。レ夢ム部長、そもそも神道とはどういうものなのかわからないから起源と歴史を教えてくれよ。神道というのは日本の民族歴史の中で自然に生まれた民族宗教とされています。一般的な宗教には教祖や経典が存在しますが、神道は教祖や経典が存在しないことも大きな特徴なんですよ。なるほど。つまり宗教を開拓した人がいないってことだな。神道の起源は古く、日本最古の歴史書と言われる古事記には、神道に通じる日本神話が複数掲載されています。西暦712年前から神道があったのかよ。なんといっても諏訪湖が操る未釈寺様は縄文時代から崇められていたので不思議ではありませんよ。まだ主に仮で生活している時から神様を信じ始めていたのか。というか見た目と違って守谷一家のかな子よりも諏訪湖の方が年上なのかよ。さらに、720年に編纂された日本書紀には神道という用語が初めて登場。もちろん、このような古い時代から、現在のような体系的な宗教としての神道の形ができていたわけではありません。それでもそんな時代から宗教が固まりつつあったんだな。原始的な神話信仰や、山や岩などの自然を神聖なものとする精霊信仰が徐々に融合し、外来文化、先祖崇拝なども取り入れながら、日本人に親しみやすいように変容してきた宗教、それが神道なのです。なるほど、神道のルーツや意味がよくわかったよ。それでは、幻想教の神道の代表と言えるアットホームな守谷一家について見ていきましょう。白霊の巫女さんでないのね。守谷神社の方が営業が盛んですからね。というか白霊神社が何もしなさすぎなんでしょ。ご本。守谷一家はもともと外の世界の神だったのですが、人が科学を信じ神を信仰しなくなったために存在が危うくなってきたので、守谷の神社ごと幻想教に移住してきました。最近は昔に比べて神様を崇めることって減ったもんな。その際に幻想教の住人、特に霊夢や山の妖怪との間で色々ありましたが、今では受け入れられ信仰を得ています。営業戦略として、かな子は幻想教の人間や妖怪に絞ってブルーオーシャン戦略を狙っていますよ。確かに幻想教の人間や妖怪が崇めている神様って友人様ぐらいだもんな。そして守谷神社が引っ越してきたところは妖怪の山のてっぺんです。妖怪の山はその砕ける前の、幻想となった八ヶ岳ですね。そのため標高はおそらく4000メートル前後と思われますよ。おいおい、日本の最高峰の山である富士山の標高3776メートルを超えているのかよ。ちなみに元ネタの神話のバリエーションにおいて、妹の立品山は砕けた八ヶ岳を見て泣き、それが溜まって諏訪湖になった話もあります。諏訪湖たちの守谷神社はそういった縁があって妖怪の山に置かれたのか。謎が一つ解けたぜ。守谷神社の営業はかな子を中心として行っていますね。起業家気質であるかな子はいろんな技術力で幻想教の発展を試みようとするのですが、それがあざとなり異変を大体5作品を起こしています。守谷一家やってるな。しかし、あくまで幻想教の住人たちが少しでも暮らしやすくするためにやっていることなのです。実際カッパたちと共にダムの建設にも挑んだことがあるしな。最近では妖怪の山に近寄られなかった人間たちもロープウェイを作ることで信仰が増えてきていますよ。私たちの世界と違って幻想教では神様が直々に行動して神道を作り上げているのか。かな子は現在は山の神と呼ばれていて、今まで山を支配していたと思われる妖怪たちとは表向きには互助関係にありますが実際は不明。信仰であれば何でもいいらしくあの手この手でうまい話を持ちかけては信仰を得ていますよ。ちょっと張り切りすぎなところあるがな。諏訪湖の能力で荒れ地にすると脅したりもして信仰も増やしているとのこと。いやそれも早ヤクザだろ。ちなみに信仰者は天狗やカッパなどの山の妖怪がほとんどのようで、信仰も妖怪が喜びそうなものに偏っているようです。妖怪に信仰されても神の力って増すんだな。実は守谷神社には外の世界のお宝があるようで、封印しているとのこと。ちなみに金子様と仲良くなるには贈り物を渡すといいですよ。贈り物に弱いらしく、亜弓の対策講座にも書かれています。プレゼントに弱いなんて可愛らしいところあるじゃん。私はこの前、エッナ水着を渡したら喜んで装備してくれました。いやそんなわけないやろ。それでは次に紹介するのは外の世界の仏教と、
僧侶の聖白蓮が行う幻想教の仏教の違いについてです。まず外の世界の仏教は、今から約2500年前のインドで誕生しました。キリスト教が紀元後間もなく、イスラム教が7世紀前半に誕生したとすると、仏教は三大宗教の中では最も歴史が長いということになりますよ。そういえば仏教ってインド発だったんだよな。キリスト教の名前がキリストの教えに由来するように、仏教も仏の教えに由来しますよ。ちなみに仏とは、仏教を開いたガウタマシッダールタのことです。実はブッダ様の本命なんだぜ。また一般に釈迦様とも言われますが、シャーキヤ族の出身だったことから来たと言われています。へえ、そこから釈迦と呼ばれるようになったなんて知らなかったぜ。そういえば、仏教は幻想教にあるのに、なんでキリスト教は幻想教に来ないんだ？マリサさんナイス質問です。ズンさん曰く幻想教がなくなったものが来る場所で、キリスト教はまだ生きているから出せないとこのことで、仏教はもう終わっているようです。確かに私も仏教について忘れかけていたぜ。日本では自由な分存在が薄れつつあるので、幻想教入りできたということですね。そして東方の仏教を広めているキャラとしては妙蓮寺を作った聖白蓮ですよ。白蓮は多くの妖怪たちを仏道の弟子としていて、寺で共に暮らしているが、妖怪たちからとても慕われているよな。東方愚問句樹では幻想教における仏教徒の代表者として、聖白蓮がその仏法の考えの下で立場を異にする人物たちとも対談している場面が見られます。ちなみに、神道代表としてかな子、次に紹介する道教の代表として巫女、そして普通この人たちを崇めるはずの人気であるマリサが司会をしていてぶっ飛んだ会議が見られるのでぜひ見てみるといいですよ。東方愚問句樹の対談は面白すぎるよな。ちなみに、こんな天才的な本を書いたズンさんはあまり覚えていないとのこと。いや愚問句樹幻想教入り？それはさておき、愚問句樹にてかな子は主王を商売敵っぽいと評しているほか、東方神起楼ではそれぞれの宗教家たちによる直接的な人気集め競争も行われるなど相互に意識し合う間柄ではありますが、特に東方神起楼のケースではひとときのブームの後には、またいつものそれぞれの生活に戻るあたりを見ると、商売敵とはいえ、相互の共存を緩やかに受け入れ合う気質を見ることができますね。確かに対談でも変に攻め合うこともなく相手の考えを尊重していることがわかるよ。それだけ偉い人たちなのがわかりますね。またこれは日本に至る対極的な歴史的潮流を彷彿とさせているところが見られます。話は妙蓮寺に戻して、白蓮はお酒は飲まない、殺生を好まない、肉を食べないなどの宗教的なルールを大切にしています。幻想教ではお酒で交流を交わすことが多いので、少し人間と打ち解けにくいようですよ。本来の仏教はお酒がダメらしいもんな。ここが私たちとの仏教と幻想教の仏教の違いですね。ちなみに、妙蓮寺の弟子たちは隠れてお酒を飲んでいます。いや飲んでるのかよ。そういえばなんで私たちの世界ではお酒が飲めるようになったんだ？仏教を開拓したお釈迦様は、ご自身が亡くなった後、煩雑な戒律はなくし、数を少なくしても良いというような意味のことをおっしゃったそうです。したがって、日本人が受け入れやすいように戒律がに変化していったのでしょう。なるほど。だから日本ではお酒が飲めるようになったのね。白蓮の仕事はお葬式やお墓の管理をしたり、弟子に限らず仏法を説いたり、早寝早起きをすることだそうです。中でも月1で行われる木曜リズムに抑揚のない歌を乗せた夜通し度胸ライブは注目を浴びているようです。おー、大人気のライブなのか。いえ、人気というより人間には睡眠導入に、妖怪には覚醒作用があるようだからです。ライブが楽しいわけではないのね。また青蓮戦本編の6ステージ開始時に画面に表示されるステージタイトルであるハックを滅したアマコウについてなんですが、ハックとは、仏教においての全ての苦を示す言葉であり基本として生生まれる、老老いる病病にかかる、死ぬを宿としていますよ。生まれるがハックに入っているって意味深いぜ。また弟子に毘沙門天の代理人の虎丸将とその管理人ナズーリンがいます。もともとは白蓮の住む山の妖怪でしたが、白蓮より推薦を受け、黙認という形ではありますが毘沙門天の代理となっています。毘沙門天は、古代ヒンドゥー教で金運と福徳の神様だったことを引き継ぎ、日本でも財福の神様として信仰されることがあります。ということは、白蓮の弟子ではあるが宗教は違っているのか。非常に優秀な妖怪で、毘沙門天の代理としての業務も問題なくこなしていたため、人間からも妖怪からも信仰を一心に受けていたんですよ。また一応ナズーリンを監視役と弟子に置いているよな。そう、代理となった際、毘沙門天は念のため監視役としてナズーリンをつけていますが、それすら必要ないほど非の打ちどころがない働きを見せているのですよ。そんな優秀ぶりから毘沙門天の代理である将が宝刀を預かっていますが、意外にもおっちょこちょいでよくなくすことが、しかし名目上、妙蓮寺の中で一番偉いのは将という見方も可能なのです。白蓮の弟子だけど立場的に上だなんてなんだか複雑な関係だぜ。また、虎丸将の部下であるナズーリンは毘沙門天直属の部下でもあり、虎丸将の埋め付け役も担っていますよ。実は、ナズーリン自身は聖白蓮の弟子ではないんですよ。ナズーリンって特に妙蓮寺のメンバーというわけではなかったのか。
ちなみに今年は寅年で小の上司の毘沙門天の聖地で有名な、奈良県にある長後村支寺に多くの人が来たようですよ。来年はウサギたちが活躍だよな。また白蓮といえば、戦闘ゼリフでナムさんというエフェクトが有名ですが、ナムさんとはナム参謀の役で、参謀すなわち仏法僧を敬う言葉で、私は仏法僧に帰依しますという意味となりますよ。参謀を敬うという概念は仏教において大変重要な事柄で、聖徳太子の定めた17条の憲法でも2番目に挙げられていて、参謀を敬うことは万国の極衆であるとまで言っています。へえ、聖徳太子も大切にしている概念だったのか。東方の聖徳太子といえば巫女だがこういうつながりがあるんだな。ということで次は、幼女のヴァンパイアが開拓した高魔教を見ていきましょう。いや流れ的に巫女についてでしょうが。それでは道教を代表するキャラである豊里耳巫女と、外の世界の道教の違いについて解説していきます。巫女は巫女とほぼ同じ意味で使われるのですが、こちらの場合は元ネタの聖徳太子が皇族であることからではないかと思われますね。つまり神の血を引く子供ってことね。巫女は生まれた時から尋常ならざる才能を持ち、人間を超えるべくして超えた人物にして現在は1000人。着用している耳当ては、能力ゆえに耳が良すぎるため聞こえるのをある程度制限しています。10人の話を同時に聞くことができる程度の能力は、余計な声まで聞こえてしまうようだな。便利なようで、悟り妖怪たちと同じように少し面倒な能力でもあるのか。彼女は仙人ではありますが、完全に俗世間との関係を断つことはせずちょくちょくと人間社会に手を出しているようです。阿久の考察によると、おそらく為政者であった頃の名残からのようですね。そんな巫女が説いているのは道教。これは師匠である邪仙子と聖賀から学んだことから、道教に興味を持ったのが始まりのようですね。確か、聖賀は巫女の力に惚れ込んで、近づき道教を伝えたんだったよな。まず道教についてなのですが、不老不死になりたいというわがままな宗教です。なるほど、心霊病は欲に繋がっているもんな。強い者に惹かれる聖賀は才能を見込んだ当時の権力者、豊里耳の巫女に道教を勧めます。しかし巫女に道教による国の平定は政治向きでないと断られてしまい、聖賀は政治には、表向きに仏教を広めて国民をおとなしくすればいいと教えたのです。権力者は、道教で超人的な力を身につけるといいと提案し納得させたのですよ。自分の願いを叶えたいだけで政治などどうでもよかったのです。なかなか欲深いな。その結果道教の秘術でカバネ海戦となり、聖人として蘇った世で信仰を得ようとした巫女と、その企みを見抜いて巫女の復活を阻止しようとする仏教徒との宗教戦争を引き起こした全ての大元は聖賀ということになりますね。しかし別に何か野望とか悪意を持ってやっているわけではなく、先ほども言ったように純粋に力を持つ者に惹かれ、惚れ込みやすいだけなのですよ。巫女に近づいて道教を伝えたのもそのためだと言っているしね。巫女に道教を教えた聖賀はエンディングでは、霊夢の力に惚れ込んでなんと弟子入りしようとしていました。彼女曰く、霊夢の力である、お札、陰陽玉、霊界トランスはタオそのものらしいですね。最近流行りのパリピ孔明でおなじみ、染所勝孔明の活躍した三国時代は、日本では邪馬台国で卑弥呼が登場した頃であり、その卑弥呼の用いた軌道とは、中国道教の儀式に基づくものだぞ。また孔子が言うタオは道徳や人道を実践することで、その域に達することができると説いているぞ。そう、そして霊夢の持つ陰陽玉のように陰と陽に分けるのが中国の道教の世界観とのこと。聖賀は中国の仙人らしいから陰陽玉に惹かれるのはわかるよ。ちなみにズンさん曰く天人の天使や茨城河川も道教とのこと。天使はなんとなくわかるけど、河川も道教なんだな。また東方心霊病のパラレルエンディングは、クリアした時期と道教に関するストーリーです。パラレルエンディングの条件として、難易度はノーマル以上ノーコンティニューのボム3個残しというものです。ブルーエンドとかじゃないんだよな。ストーリーから霊夢は知らなかったのですが、霊夢の力は道教起源があるらしいですね。そして道教の最終目的とは不老不死。だから河川は死神を避けつつのらりくらりと楽しく生きようとしているのね。そう考えるとちょっと道教楽しそうだよな。心霊病は道教と霊夢の意外な関係など、まだまだ語り尽くしていない感がありますね。これからの東方プロジェクトがますます面白くなってきそうだぜ。またここまで紹介してきた宗教家たちの特徴として、妖怪よりの白蓮、中立の金子、人間よりの巫女という風に分けられているところが面白いところです。本当だ、確かにそんな風に見えるぜ。神様も絡むことが多くなり、旧作にも絡んできたりとさらに規模も大きくなり始めているので楽しみですよね。あと東方ゆっくりスクールも絡んでいますし。いや自分のこと言っちゃいます
それでは最後に紹介するのは、幻想郷の賢者の一人であるマダラオキナの天台宗と外の世界の天台宗の違いについてです。霊夢部長天台宗って聞いたことないぜ。天台宗は、比叡山延暦寺を改装したことで知られる、最長を開祖とする仏教の宗派の一つです。延暦寺は、滋賀県大津市坂本本町にある、標高848無の比叡山全域を境内とする天台宗の総本山の寺院、宗派の名前に聞き覚えがなくとも、総本山の比叡山延暦寺は知っているという視聴者さんもいるのではないでしょうか。ああ、比叡山延暦寺は知っているよ。京都の街並みを一望できる神秘的なところだよな。天台宗は、様々な仏教の宗派の原点となりました。融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗など、様々な宗派の開祖が、若い僧であった頃に比叡山で修行を行っていますよ。そして天台宗に大きく関わるマダラオキナは、東方では初の6面と EX の共通ボスです。幻想郷を作った賢者の一人で、後ろとの国に住む姫神。ということは同じ幻想郷の賢者である八雲ゆかりとは知り合いなのか？そのエクストラの会話で沖縄からキャツと呼ばれているあたり、賢者同士面識があるようです。また、東方天空賞のエクストラにて、普通の手では勝てない沖縄への対策を霊夢に与えたのはおそらくゆかりでしょうね。なるほど、やはり賢者同士つながりがあるようだな。同作の沖縄の背後からは四季をイメージしたのか桃色、黄緑色、橙色、水色のオーラが立ち上っていますね。さらに、沖縄という名は脳の沖縄を示すのですが、ズンシ曰く女体化ではないようです。ほう、ということはつまり姫神の沖縄は男性と女性の両方の性質を備える存在ということになるのか。そんな沖縄の元ネタはその名の通りマダラ神と呼ばれる不思議な神ですね。マダラ人のものは神道ではなく仏教よりの存在で、日本には天台宗の一派が持ち込んだとされています。また二同時を合わせた三位一体の姿で表されることが多いです。マダラ沖縄も二同時の長霊玉井&西田里乃がいるが、強制的に支配に置いているようだよな。また後ろ戸という仏道の背後の戸入り口の神とされ、阿弥陀如来の背後を守る守護神としても、より真理を体現する非された神としても扱われ、またこの場では神への芸能の場であったことから芸能の神としての一面も持っていますよ。特に聖徳太子の側近にして猿楽の祖、芸能の神大悲明神として祀られてる畑川勝と同一視されたことから、猿楽の守護神であるとも考えられています。なるほど、だから自分のことを能楽の神とも言っているのか。もっと沖縄について知りたい方は、東方ステーションにて紹介された闇のマダラ人を読んでみるといいと言っていますね。闇のマダラ人の真相版の後書きにゲームの世界でマダラ人が登場していると軽く紹介されていますよ。後半では東方についても書かれているのか。しかも本の帯が完全に東方を彷彿とさせているしな。沖縄の仕事は幻想郷を外の世界から守り、そのどこにでも移動できて、気づかないうちに生命力も、精神力もコントロールしてしまう不思議な能力で、幻想郷のバランスを取る役目を負っているようです。ズンさんの思いとして沖縄は障害を持つ人たちの方がむしろ強く生きているんだぞというところを見せたくて作ったキャラとのこと。だから椅子ではなく車椅子にする予定だったようだな。タイトルも東方天空賞ではなく天空賞にしようと考えていたようですよ。そういえば天台宗の一派が持ち込んだと言われるマタラ人だけど、中世の天台宗系や真言宗系で、やたら性的な儀式にハマって邪教化した挙句転ぶみたいなのもあるよな。ズンさん曰く、あのあたりも面白いからネタにしたくはあったんだけど、どうしても下品になっちゃうからやめたとのことですよ。沖縄存在に扱うものには容赦なく、うやうやしく扱ってくれるものには恩恵を授けます。敵にすると恐ろしく、味方にすると頼もしい典型的な神様であるようですよ。また姫神ではありますが彼女は隠れているわけではないのです。最初から、全てを見せている姫神とのこと。こうやって宗教絡み出るとまた違う視点で東方プロジェクトが見れてすごく面白かったぜ。また新たな宗教家が登場するかもしれないので注目ですね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きな東方プロジェクトの宗教があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。